はい、サソリ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は8月1ヶ月分のタロットリーディングを星の解説を挟みながらさせていただきます。よろしくお願いします。あとですね、星のこと、先生術を勉強してみたい方はもうすぐ自分のホロスコープチャートが無料で作れるサイトが完成しますので、また解説動画出しますので楽しみにしててください。では行きましょう。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。8月です。マジシャン、カップキング、死神、ペンタクルス5、鳳凰、ワンドエース逆、ジャッジメント逆ですね。はい、気をつけることや対策はラバーズの逆とワールド、そしてオラクルはソードクイーンですね。星で見た時にこの8月っていうのはすごく社交運があるというか、社会運がある、外に行く機会があるというか、外の人と関わる機会があったり、目上の方、親だったり教師だったり先輩だったりも含め、目上の人との関係が良くなるっていう何か世界が広がるきっかけが起こりやすい時なんですね。ですので、どんな世界を作りたいかっていう皆さんの思いによって、思考によってこの現実っていうのは作られていくとした時に、この星の運勢的には今2023年ではとても人間関係が奇想天外なっていうか、化学変化が起きやすい時で、人とも出会いやすいし、まさかこの人とこうなるなんてみたいな、そういうのも起こりやすいし、今この単月でいうと8月は社会が広がりやすい時ってなった時に、すごくもうその流れをガンガンに感じてるんじゃないかって思うんですね。さあ新しくいくぞみたいな、そういう流れがもうあるんじゃないかと思うんです。でそれがあるにもかかわらず、なぜ今そんなに自分のことを責めるんでしょうかっていう感じがします。責めるっていうよりも思ってたような現実じゃないっていう上での不満なのか、もしくはストレスなのかっていう、それがちょっとそのストレスとか不安が原因で曇っちゃって、今あるこの豊かさっていうか、今ある価値っていうものがちょっと見えにくくなってるなって感じがしますね。例えばですけど、そうですね、この 2,3 年ずっと自分が願っていたことがまさに今叶おうとしている、そんな動きがあるっていうのがこの、ね、マジシャンのこれから新しい世界が開けますねみたいな感じじゃないですか。だけどそこに至るまでにはこの 2,3 年の中で諦めたこともあるかもしれないし、またはこの8月に向けて少し前にもう無理なんだなとか、もう何かで一つけりをつけたりとか終わらせたりとかしたことがあったのかなっていう感じがあるんですね。でそれがゆえに今この時間は今このカードで見ると、自分自身っていうものをすごく低く見ている。なんかとか、どうして私はとか、もしくはこんなはずじゃなかったなみたいな、そこにある価値っていうのに全く見えずに、まるで雪の中裸足で歩いてるみたいな感じなんですね。なんか眼鏡がここにあるのに眼鏡がないって言ってるみたいな感じで、もう目の前にある、もうなんならその中にいるのに気づいていないみたいな感じなので、そこはちょっと注意ですね。何に対してご自身がそんなに自分を悪く言うのかっていうところですかね。なんか選択肢があった時に自分は間違った選択をしてしまったんじゃないかっていう思いがもしかしたらあるかもしれないし、または誰かからの問いかけに対して自分が断ってしまったとか、誰かからの問いかけを無限にしてしまったみたいな、何かそういうのから少し気持ちがね落ちたりとか、みたいに思ってるのかもしれないですけれど、そんなことで皆さんの価値は変わりませんよ。どっちを選んだからすごく良くて、どっちを選んだからダメっていう、そんなことで皆さんの価値は全く失われないっていうふうに思っておいてください。ですのでここから
簡単にではないですけど、自分の意識をちゃんと焦点合わせることによってここから復活します。特に8月の2日っていうのは満月なので、満月の時って結構揺れやすいんですね。気持ち的に落ち着きにくいとか、緊張が高まるとか、イライラしやすいとかってあるんですけど、23日すれば落ち着いてきます。そして特に8月の8日9日10日8、9、10あたりっていうのでものすごく鎮静して、いい形で落ち着きます。そしておそらく今私が言ったような自分の過去に犯したミスを悔いているかもしれませんが、そんなことは関係なかったんだっていう、今しかないんだっていう感覚で、今の自分がもうこれで最高じゃないかみたいな復活劇を遂げる感じがしますね。はい、これ8月の中旬ぐらいだと思うんですけど、これは精神的なヒントを得るっていう感じです。もしかしたら何かの本を読んで、やっぱりそうよねって思ったり、今だったらこういう YouTube の動画とかでもいろんないい動画がありますから、それを見てやっぱりそうだよなみたいな、自分の中心に戻るというか、自分が信じているこの理念に戻って、そうだって、私はこれでよかったんだみたいな形を取り戻すっていう感じがあります。でそしてじゃあ取り戻したからといって、じゃあ過去を変えれるのかっていうとそういうわけでもないですし、新しく何かをしていこうっていった時にちょっと無理するのかなって感じがありますね。ちょっと待ってくださいね。うーんちょっとお待ちください。なるほど。はい、ですね、8月中旬に8月の16日の新月で、さっきちょっとまとめますと、8月2日が満月でちょっと動揺したりとかしてもすぐに 2,3 日で落ち着きます。ピークは 2,3 日の間だけ。そして8月の8日9日10日あたりでさらにエネルギーが落ち着きます。ずっと落ち着きます。で落ち着いた中で改めて8月16日が新月なんですが、この時に改めて私はこういう世界で生きたいとか、こういう自分になりたいとかっていうようなことを意図してください。それがとてもいい。またね、この意図したことでまた現実が作られやすくなるので、そうしてください。そうすることによってまたね、気分も変わっていいんですけれども、なんとなくじゃあこの頑張るよって、新しくやるよっていうカードの補佐として出したのが、過去の自分がやってしまったことのなんていうか、尻拭いとか、なんか過去にやった失敗を、訂正したいがゆえの行動を取ろうとしている感じがするんですね。過去はもう全然いいです。過去は気にしないでください。今この瞬間のご自身の感覚で、今まで経験したことや今感じていることや自分の信念っていうものをもう一回思い出した上で、やりたいこととかどういうふうに生きたいかっていうところで現実を作っていってください。過去を清算するみたいな意識はいらないって感じで出てます。過去を清算しようとすると延々前に進めない。どこまで過去遡るんですかみたいなのあるじゃないですか。過去世まで登るんですかみたいな。過去世のカルマ解消なんて言ってられないって感じですよ、そんなのね。なので今この瞬間から新しい未来がもうどんどんできてきます。すぐにできてくるので、その流れに乗ってくださいと。そしてもう一つ注意なのが、じゃあその新しい流れに乗ったことが正しいかどうかっていうことを、物事の流れのいろんなシンクロニシティに引っ掛けて判断しないでくださいっていうことを言われてます。例えば同じ数字が揃ったら、これはやっぱりいいってことだとか、たまたま行こうとした道が青信号になったらほらやっぱりみたいな、そういうことで人ってなんか意識づけしたくなると思うんですけど、そういう偶然の一致で自分の意識を慰めるのではなく、自分の意思でこの現実を作っていけるんだよって、その力があるんだよっていうことをぜひこの8月に思い出してもらいたいということで、自分の強さを思い出してくださいっていう補佐カードだと私はこれは思いました。ソードのエースっていうのはね、自分で決めた道が作られていくんですよと。その上で進んでいく上での風当たりが多少あったって、誰かとの反発があったって、それは当たり前ですよねって。全世界が自分に味方してくれるわけじゃないんだから、自分がやりたい道を進めばいいじゃないですかみたいな感じがあり、誰が認めるって、自分で自分を認めてくださいねみたいな、そんな感じに私は思ったんです。ですから自分が想定しているような出来事ではないっていうことなんですよね。
じゃあ自分が決めたからきっとあの人は私にいい言葉をかけてくれるんだわみたいなの待ってたら言葉かけてくれないみたいなそういう感じで、別に相手が言葉をかけようかかけまいか関係なく自分がどうしたいか選んでいってくださいねっていう、それがもし初めてのことであったとしても、未経験であったとしても、ちょっと迷うなみたいなことであったとしてもいいんですと、自分で作っていく世界なんだからっていう感じで言われてると思いました。そしてちょっとねオラクルとソードクイーンを見てみますね。ちょっとすごい突拍子もない例えですけど、例えば未亡人の方ってパートナーを亡くされた方って喪に服さなければいけないみたいなのってありますよね。でそれは本当にもちろん喪に服す時期、気持ちの整理をつける時期っていうのはあると思うんですけど、じゃあ一生ずっとそうしていなければいけないのかってそんなわけじゃないじゃないですか。なのでどこかで区切りをつけて自分の人生を歩いていくっていうのが必要なのに、誰かの目を気にしてたりとか過去の何かを気にして現在自分が感じられるであろう喜びや可能性っていうものを遠慮して受け取らないっていう風にしないでくださいっていう風なメッセージだと私は思ったんです。どうですか皆さんはい、流れはねそんなにグイグイじゃないですよ。はい、星で見たらすごく晴れやかな時だけどグイグイ押されているわけではないので、ご自身で進んでいくしかないんですね。今出たのはソードの6の逆とスターとソードの7の逆っていうことで、今は思い描いておいてください、自分の理想や夢を。誰かが本当に無理やり紐に引っ張ってそっちにね引っ張っていってくれるわけじゃないので、自分が決めて進んでいくしかないのでね、それを風が吹いたから大丈夫みたいな、そんなことに頼っていなくて大丈夫ですよっていう感じがしました。はい、そんな感じかな。ちょっと今回重たかったですかね。重たいメッセージでしたかね。でもすごく大事なメッセージのように私は思いました。なぜならばせっかくいい流れ来てるのに、その過去のこと気にしたりとかですね、今の自分をちょっと卑下してみたりとか遠慮してみたりとかして、これ以上傷つかないようにしようなんてもったいないなって思ったので、何かしら参考にしていただければ嬉しいです。仕事もありますからね、仕事頑張ってください。はい、ということでここまでしておきます。今回も最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらいいねとか何かコメントで教えていただけると嬉しいです。ではまた次回お会いしましょう。いい時間をお過ごしください。失礼します。